世界征服を再開しましょう。前回カエサルと卑弥呼との戦争中で終了していましたね。カエサル軍は撃退し、さてどうしたものかと考えましたが、現時点で7ユニットも抱えているので攻勢を仕掛けることにしました。卑弥呼は宣戦布告してきたものの、一向に戦力を差し向けてきませんからね。最低限残しておき、南下していきましょうか。ひとまずこの辺りまで捜索しましたが、一向に都市圏が見えませんね。もう 1,2 個くらい町を建てられるスペースあるじゃないですか。なんで宣戦布告してきたんでしょうね。あの軍隊、一体どこから湧いて出てきたんだか。カエサル側についた都市国家は見つけましたが、そうじゃないんですよね。今更ですが、ケチらないで石膏を作成し、先に探索させた方が良かったかもですね。とりあえず都市国家は潰しますか。ええ。結局一戦もしませんでしたね。不本意な勝ち方ですが、この不満は次の戦争でぶつけるために取っておきます。後で偶然気づいたんですが、卑弥呼とカエサルって敵対的な関係だったんですよね。長年戦争をしていて疲弊していたんでしょうか。ああ、なるほど。我々 VS カエサル、我々 VS 卑弥呼だけではなく、実はカエサルと卑弥呼も戦争していて、カエサル側は大陸の上側へ進出したかったけど、我々が第3の町を建てて塞いだわけですか。かつては割と近くに居住地があったけども、卑弥呼が焼き払ったせいで跡形もなくなったとか。今まで居住地を破壊したことがないので的外れかもしれませんですが、想像がかきたてられますね。見つけた。こんなに遠いとは思いませんでしたよ。ユニットを集結させましょうか。軍事司令官に3ユニット格納しているので、合計5部隊で落としにかかります。敵軍ですが、パラパラ出てきましたね。なんで敵さんの旧兵が突出しているんですか。こんなかわいそうな旧兵ちゃんはしまっちゃおうね。もう一丁。経験値美味しいです。不死体は敵を倒すと HP が回復するので、継続戦闘に優れてますね。とはいえ家臣は禁物なので、適度に前線を張るユニットは入れ替えて回復させておきましょう。やられるときは結構あっさりやられますよね。それでも司令官さえ生きていたら問題ないというのは、使い捨て感が如実に現れてますね。さて、ネアポリスを絶賛攻撃中ですが、すでに和平交渉が行えるようになってました。平和的にいただきましょうか。カエサルさん他に都市持ってなかったんですか。これは卑弥呼にボコボコにされた後だったんですかね。まあいただきますけど。お、マイルストーンを達成しましたね。確認してみます。軍事のレガシーパス完了しました。なんだかあっという間に最後まで行きましたね。居住地を奪うと自前で建てた時の場合よりも倍のポイントが手に入りますからね。で、この次のレガシーパスなんですが、特に決めてなかったんですよね。今思えば経済や文化など何かしら定めて進展状況の確認にチェックを入れた方が良かったです。そういえばネアポリスを手中に収めましたが、それによって居住地上限をオーバーしましたね。これって大丈夫なんですか。ペナルティとかありません。体感的な話ですが、少々オーバーしても別に問題ありません。開発者日記の話では、上限オーバーすると幸福度低下、縮縁が遠のく、生産量が下がるという旨がありました。つまり、幸福度が0を下回らない限りは超過しても構わないとも言い換えられます。うわぁ。個人的には超過時のペナルティが小さすぎるせいで、上限の数字が意味をなしてないように感じたんですよね。なのでペナルティをきつくしてしまうか、
ペナルティはそのままに上限の値を増やせばいいんじゃないかなと思います。どちらにせよ、あまり上限の数字にはこだわらない方が得策です。それはつまり、これからも気にせず都市を占領していくということでいいですか？居住地上限を上げる対策を取りはしますが、そういうことです。より快適な戦争をするためには、より強固な国が必要ですからね。多少のデバフをものともしない盤石な国づくりをしていきましょう。ああ、やってきましたか。危機が発生しました。初回プレイでは貧困飢餓みたいなやつでしたね。今回のは異民族の進出みたいな感じかなと思います。自然現象だけではなく、こういった社会変化の大きなうねりも危機なんですね。選択する社会政策は劣悪戦術にしますか。この危機というギミックはカタルシスがないんで、個人的にあんまりなんですよね。違うゲームで恐縮ですが、ステラリスの危機は適正力なので、しばき倒すと爽快感が得られます。シブ7は、ただひたすら耐えて過ぎ去るのを待つので、乗り越えた際の感触があまり心地よくないんですよね。まあ、どうにもならないことよりも、目の前のカエサルさんを片付けましょう。パパパパパウはドドン。Gladia vostra nostro muro franghite. 影響力の数値バグってませんか？まあでも正直、すでに一度戦ったのでね。あまり新鮮味がないと言いますか。旧兵2体しかいないじゃないですか。悲壮感漂ってます。ここまで来るとサクッと滅ぼしてあげるのも慈悲ですね。そういえば今回は属国システムがなかったですね。そこら辺は DLC じゃないですか。属国として従属させたりするのは都市管理の面から見ても楽なんですけどね。都市管理は町が実装されたじゃんと言われそうですが、ロールプレイとしてできないのは寂しいです。他の国に従属している状態でスタートし、独立戦争を仕掛けるのも結構好きですが、まあ高望みかな。ということで脱落者が出ました。この時代ではこれくらいで打ち止めですね。気づけば進捗 90% 近くです。さっきまで 74% でしたが、ライバル文明を滅ぼすと 15% も上がるんですね。つまり3文明滅ぼしたら 45%。 さすがに無理です。危機第2段階です。世界が広がるとそれだけ敵も出てくるということですね。危機政策スロットですが、今回は輸入資源についてのデバフにしました。私たちは特に何も輸入していないので実質無効です。強いですが、最初にセットした劣悪戦術は別のに交換でも良かったかもですね。ですね。というのも、目先の敵を倒したら周りを警戒し始めたんですが、なんかいるんですよね。最初の危機の時点で出現していたのに、今更気づくガバプレイです。残りターン数はこれと戯れますか。というわけで、ローマまで外出していた軍隊をネアポリスまで呼び戻してきました。そういえば、司令官のレベルアップもしており、移動力をプラス1してます。移動の煩雑さを解消することに司令官は一役買ってますが、さらに有用になっていたんですね。危機第3段階、これで最後です。ここまで見ていただいたら、なんとなく察しがつくと思いますが、とんでもなく地味な危機を引いたっぽいですね。怖く見せようとする文面が並んでますが、適正居住地が1個生えてきたってだけですからね。勢力が増大ってどれくらい？6ユニットいますやん。もはや満足ですね。私たちは1居住地だけ相手しとけばいいので比較的マシですが、他の文明では劣勢を強いられているのかもしれませんね。まあ先ほども言いましたように、今回が
最大の危機にして最後です。当たり障りないようにいい感じにあれしておきます。というわけで最後のターンが終了です。古代が終わる。ペルシアの力にかなうものは少なく、その勇気に匹敵するものはさらに少なく、その栄光に勝てるものは存在しない。これで3分の1が終わりました。結構お腹いっぱいですね。この画面では次の探検の時代に行く際のボーナスを確認できます。少し隠れてますが、軍事のレガシーを最後まで達成したので黄金時代が選択できますね。ランキングを見る感じ、やはり対抗馬は卑弥呼でしたか。科学ルートみたいですね。また軍事ルートも結構進めていたようです。そして問題の画面です。右のグラフが文明によって長さが違うせいで比較ができません。パッチ2で即修正されましたね。さて次の時代へ行くのですが、クセルクセス1世はそのままに他の文明を選びます。今作の特徴の一つですね。次の文明はアッパース、ショーニー、モンゴルの3つが解禁されました。まあ一応全部の文明は見ていますが決まってますよね。ええ、これら3文明のうち軍事方面において優勢なのはモンゴルです。固有ニットの景色ですが、不死体と同様に敵を倒すと HP 回復、しかも騎兵でありながら遠距離攻撃が可能と非常に使い勝手がいいです。他にも敵を占領すると自動で騎兵を生産するため、一気呵成に敵領土を占領し続けることができます。史実に基づいた大帝国を築けそうですね。探検の時代では大陸制覇は当然として新大陸にも切り込んでいきましょう。草原は来たるべき嵐に備えている。牙と武勇、そして無限の野望の嵐に。モンゴルの進軍だ。では今回はここまでとします。最後までご視聴ありがとうございました。